もし知られれば家庭が崩壊しかねないほどの嘘がバレてしまったら。2006年4月、大阪府大阪市。おはようございます。市内の製薬会社へ出勤したのはスーツ姿にメガネをかけた一人の男。彼の名は藤森康隆。年下の妻と息子2人を養うため懸命に働く彼は、同僚からも真面目と評されているごく普通のサラリーマンでした。藤森の担当は食品管理部門。製品が保管されている倉庫の管理を一手に任されていた藤森は、その日も出社するとすぐに倉庫へ向かったんです。彼は倉庫の奥の大型の冷凍庫を開けると、誰にも聞こえないほどの小さな声でつぶやきました。よし、誰にも見られてないな。単に製品管理をしているにしては違和感のあるその独り言。藤森が見つめる先には4つの一斗缶が並んでいました。その一斗缶には妻と長男のバラバラ遺体が詰められていたんです。一斗缶詰めにした妻と長男の遺体を職場の倉庫に隠し続けていた男。公の場に遺体を隠し続けたその男のあまりにも非常識すぎる考えとは。男にとっては家族の命よりも世間体の方が大事だったんです。おさすけんちゃんです。やみこです。というわけでやみこさんね、はい。最近ピッシャバー開いていろんなお客さん来るんですけど、この間ね、あるイラストレーターの方がほいらっしゃって、はいはい。このイラストをね、いただきました。わあ、ギラギラしてる。あすごい。ルナちゃんがエイリアン化してるわね。宇宙人みたいなルナちゃん。ルナのなんか目がアイドルのアニメのあの女の子の目のあれに似てない星みたいな。もうなんか名前が出てこない。わかるでもわかるわよ。でも目の中に宇宙が、コスモスがあるわね。すごい独特で綺麗な絵ね。そうなんですよ。うんキラリちゃん。髪髪の毛がこうピンクの方なんです。ああ、そうなの視聴者さんでうんわざわざこれ書いて持ってきてくれてる。お上手。はい、なのでね、スタジオに飾らせてもらってます。ここかな。ルナちゃんがいないのが悔やまれるわ。ルナはね、無理やり呼ぶことはないんで、来るときはいるし、いないときはいないんですけど、はい、というわけでね、改めてね、イラストありがとうございました。ありがとうございました。今回ご紹介するのは大阪で起こった親子殺害事件について。亡くなったのは母親とその息子なんですが、犯人は遺体をバラバラにして、なんと一斗缶に詰めて何年も隠し持っていたというんです。一斗缶ってさ、もうドラム缶とは全然比較にならないぐらい小さいわよね。こんぐらいな業務用の油とか入れてるやつでしょ。遺体を隠すためにそもそも結構小さいし、それを使うような犯行って聞かないわね、全然。ですがね、男にとってはその一斗缶っていうのが一番安心できる遺体の隠し方だったんです。事件の発覚はある夏の朝のこと。閑静な住宅街の公園で、その景色とは不釣り合いな一斗缶が複数発見されたんです。一斗缶の中身。2011年8月14日、大阪府大阪市天王寺区。朝から清掃活動をしていた男性は公園の植え込みの前でふと立ち止まりました。不法投棄か？誰だよ、まったく。男性が視線を送る先には朝日を反射する一斗缶が一つ。その一斗缶へ近づいた男性は中身の確認のため蓋に貼られていたビニールテープを剥がします。すると中から姿を現したのは黒いナイロン袋。男性がそれを両手で持ち上げようとすると、その弾みで袋の口が開いたんです。思わず悲鳴を上げた男性。その袋の中には人間の手足と髪の毛が入っていました。男性はすぐに町内会へ報告し警察に通報。さらにその日の午後、現場から100メートルほど離れた駐車場前の道で散歩中の犬が何匹も同時に吠え始めるという奇妙な状況が発生します。犬が匂いを嗅ぎつけた先には先ほどの男性が発見したのと同じ種類の一斗缶が。警察が中身を確認すると、その中身もまた手首をはじめとした人間の体の一部だったんです。また翌日には近隣マンションのゴミ捨て場でも左足首の入った一斗缶が見つかりました。どういうこと？なんか遺体を捨てるにしてもあまりにも目立つところに捨てすぎじゃない？その理由はね、また後で明らかになるんです。この後、一斗缶や中身の遺体がすぐに解析され、犯人はすぐに特定されるんです。発見された3つの一斗缶には2人分の遺体が詰められていました。 DNA 鑑定の結果、亡くなった2人は市内で暮らしていた51歳の主婦藤森加奈子さん、そして26歳の長男重明さんだと判明。2006年に失踪届が出されていた親子でした。親子の遺体を包んでいた新聞紙の日付は5年前で、失踪の時期とほぼ一致。その割には遺体の腐敗が進んでおらず、警察は失踪届が出された当時に被害者が殺害され、発見の直前まで冷凍保存
存されていたと推測するんです。また警察は3つの一斗缶のうち一番最後に発見された缶に貼られていたラベルに注目。そこには重種積酸コリンという薬品名と富山県内の製薬会社の名前が記載されていました。流通先から犯人を探った警察は遺体発見から9日後の2011年8月23日藤森康隆という57歳の男を逮捕。彼はなんと殺害されたかな子さんの夫、そしてその息子重明さんの実の父親でした。藤森は一斗缶が発見された現場の付近で何かを気にしながらうろついている姿を目撃されており、その事実もまた重要な手がかりとなったんです。気になって見に来てるじゃない。これ怪しまれるとか思わないわけ？よく言うね、犯人は現場へ戻るってやつですね。はいはい。実はその心理的メカニズムは不安に駆られてね、同じ行動を繰り返してしまうという強迫性障害の症状とよく似ているんです。というわけで本日のメトラキーワードは殺人犯に現れる脅迫的傾向について。殺人事件の犯人が現場を確認しに戻る心理は強迫性障害の患者に見られる脅迫的傾向に非常によく似ているとされています。強迫性障害の患者の特徴は鍵を閉め忘れた気がする、手が汚れているような気がするなどの脅迫観念に襲われ何度も確認行動を繰り返すこと。同じように殺人事件の犯人は警察に捕まるかもしれないというまだ確定していないことへの不安に常にさらされています。この常に不確定的な不安に襲われている状態が強迫性障害の症状と酷似しており、殺人犯が現場へ戻りたくなる心理がいかに強固なものかを物語っているんです。要するに殺人犯が現場へ戻りたくなる心理をかきたてているのは記憶の不確実性、怒りに任せての突発的犯行や先によっての犯行など記憶が曖昧になりやすい犯行ほど犯人は現場を確認しに戻ってくる傾向が強くなるとされているんです。気になるのは被害者が殺害されてから発見されるまで5年もかかっている点なんです。発見時はもうかなり見つかりやすい場所にね、遺棄されていたその遺体を藤森は5年もの間どこに隠し続けていたのか。倉庫の中の秘密。事件発覚から5年前の2006年4月、修学旅行から帰宅した藤森の次男哲也さんは不思議そうな様子で父親にこう尋ねました。母さんと兄さんは？藤森は静かに答えます。2人は家を出て行ったよ。藤森はただそう話しただけで、なぜ2人が出て行ったのか詳しい事情を説明することはありませんでした。そして翌月、彼は警察に妻かな子さんと長男重明さんの失踪届を提出するんです。しかし藤森の失踪届は完全なフェイク。彼は絶対に誰にも見つからない場所に妻と長男の遺体を隠していました。当時市内の製薬会社に10年ほど勤めていた藤森。几帳面な彼は仕事こそ真面目にこなしていたと言いますが、気難しい性格のためか社内の人間関係は希薄。しかし後から思えば藤森はあえて人を避けていたのかもしれません。食品管理課の課長だった彼は食品添加物やサプリメントの原料として使用される重種積酸コリンの一斗缶を管理していました。その重種積酸コリンを管理している倉庫に一斗缶詰めにした遺体を隠していたんです。会社の倉庫に遺体隠してたって会社の人たちからしたらゾッとする話よね。だからそんな不特定多数の人が出入りするとこだったらすぐ見つかりそうじゃない？むしろ。それが実はこの倉庫は藤森にとって遺体を隠すには絶好の場所だったんです。藤森が倉庫で管理していた重種積酸コリンについて彼の会社は2005年にその製造を中止し、2007年には出荷を終了していました。もう取引してない薬品の一斗缶なんて誰も確認しないだろう。藤森はそう考え、この重種積酸コリンの一斗缶を遺体の隠し場所に選んだんです。実際倉庫管理は藤森一人に任されており、倉庫に他の職員が立ち入ることはありませんでした。そのため遺体は何年もの間誰にも知られずその倉庫の中に隠され続けていたんです。しかし2009年4月に事態は一変。この時藤森はひどい腰痛を患い製薬会社を退社。倉庫に遺体を放置するわけにもいかず、彼は一斗缶を次男と暮らす自宅に持ち帰りました。そして翌年の夏にはワンルームマンションに引っ越して一人暮らしを始めるのですが、2011年7月藤森は体調を崩して入院することに。こうして一斗缶の保管が難しくなるのですが、当時車を持っていなかった彼は遠くに捨てに行くことも叶わず、仕方なく自宅近くの路上や公園に遺棄したんです。計画的ではなく成り行きで一斗缶を捨てることになってしまったからこそ、藤森は不安に駆られ何度も現場を確認しに向かっていたのでしょう。まあなんかバレるべくしてバレたってこと
ことね。うんまあでもそれにしてもさ、会社の倉庫にそうやって何年も置き続けてバレなかったっていうのは、まあ、それだけ藤森が信用されてたってことなのかしらね。まあ、仕事上はね、真面目だったと言いますし、実際そうだったんじゃないかなと思います。そして重要なのは、藤森が妻とその長男を殺害した動機なんです。彼は家族には知られたくないある嘘を抱えていたんです。誠実な男の仮面。逮捕当初、藤森は犯行を完全に否認していましたが、取り調べが進むにつれ、遺体損壊や遺体遺棄について自分に責任があると認めました。一方で妻と長男の殺害については、2人は無理心中を図ったと語り、自身の犯行を一切認めなかったんです。藤森は事件当日の2006年4月10日の夜に帰宅した際、すでに妻と長男が亡くなっていたと話しました。さらに裁判の席で遺体を職場の倉庫に隠した理由を問われると、彼は次のように語ったんです。修学旅行で留守にしていた次男に知られたくなかったんです。母親と兄が自ら命を絶ったなどと。ただ、いくら妻子が自殺したことを知られたくないからといって遺体をバラバラに損壊するような残虐行為に及ぼうと考えるでしょうか。藤森が犯した犯行の内容から家族間に何らかの確執があったことは確実に思えたんです。被告人質問に対してほとんどの内容に今は説明できないと曖昧な返答を繰り返していた藤森。そんな藤森に対し検察はあるタイミングで彼の本当の動機を示す重要な証拠を突きつけるんです。被告人は事件の3年前に奥さんの保険を無断で解約していますよね。このことで揉めたのではないのですか？妻の保険を無断で解約していた。その事実は誠実な男として知られていた藤森の知られざるもう一つの姿を物語っていました。時は遡り、1996年某日、父親から引き継いだ印刷会社を倒産させてしまった藤森は、新しく大阪市内の製薬会社に勤め始めました。きっかけは以前その会社で働いていた母親のコネでしたが、藤森は能力をすぐに認められ、食品管理課の課長に。真面目な人となりから周囲の同僚からも信頼されていたんです。しかし優秀なサラリーマンとしての藤森のイメージは帰宅とともに一変します。このクソ女が！藤森は妻、かな子さんとの喧嘩が絶えず、彼女や息子にたびたび手を挙げていました。喧嘩の原因は決まって経済的な問題。かな子さんは周囲に対し、いつも夫は解消がないと愚痴を漏らしていたといいます。経済的な問題ってさ、製薬会社の課長なわけでしょ？そんな給料が低いわけじゃないんじゃないの？収入が低かったわけじゃないんです。出ていくお金が異様に多かったんです。あら？製薬会社で課長を務める藤森は決して収入が少なかったわけではありませんが、いつもお金が足りなくなってしまうある理由を抱えていました。それは彼がギャンブル依存症だったこと。パチンコにのめり込み多額の借金をしていた藤森。彼は職場に頼んで給料のうちの数万円を妻が確認する口座とは別の口座に振り込んでもらい、家族にバレないように借金の返済に充てていました。そのため給料が少ない月があり、妻からは解消なしと罵られることがあったんです。そうやって藤森は家族に対し借金をひた隠しに生きてきました。しかし2006年4月、その隠し事が明るみに出される出来事が勃発するんです。どうして勝手に保険の解約なんてしたのよ。あなたのせいであの子は大学にも通えなくなっちゃったのよ。その日、激しい剣幕で藤森を怒鳴りつけていた妻のかな子さん。実はこの3年前、藤森は消費者金融の借金返済のため彼女の養老保険を無断で解約していました。かな子さんはその保険で長男重明さんの学費を納めるつもりだったんですが、結局学費を払えなくなってしまい、彼は大学を除籍になってしまうんです。以降、藤森とかな子さんは来る日も来る日も口論を繰り返しました。長男の重明さんもその度にかな子さんを擁護し、父親を激しく責め立てたんです。どいつもこいつもつべこべうるせんだよ。言い返す余地のないその状況に苛立ちを募らせた藤森は、日増しに2人に対する憎悪を膨らませていきました。もしかしてこんなしょうもない理由で奥さんと子供を殺してんのこいつ。もう何もかも藤森が悪いじゃないのよ。その通りで、藤森の人生っていうのは後ろめたい隠し事だらけだったんです。妻と息子を殺害したのは、そんな彼が表向きの体裁を保ち続けるためだったのかもしれないんです。嘘つきの末路。2006年4月9日の深夜、大阪市天王寺区のマンションの一室には女性の悲痛な叫び声が響いていた。いや、誰か
かな子さんは必死に這いずりながらその狭い部屋の中を逃げ惑っていた。完全に怯えきった彼女の目の前には鬼の形相で睨みつける夫の姿が。その手には血のついたハンマーが握られていた。すぐそばの寝室では長男重明さんがすでに布団の上で冷たくなり始めている。やめてお願い。 DV 気質の藤森のこと、彼の暴力には妻のかな子さんももはや慣れっこだったが、殺人を犯すなどとは想像すらしていなかった。妻のかな子さんと長男重明さんを殺害した藤森はその後浴室で2人の手足を胴体から切り離しました。そこから遺体を車に積み込み勤務先の製薬会社へ。電動ノコギリを持参していた藤森は深夜の倉庫内で遺体をさらにバラバラにしました。そしてその遺体を4つの一斗缶に詰めると冷凍庫の中へ隠したんです。隠し事ばっかりの人生を送ってきたわけよ、この藤森って男は。だから今回のことも隠せるって思ってたんでしょうね。本当ね、そう思いますよ。藤森はね、結局殺人の事実っていうのを最後まで認めなかったんです。遺体発見から2年後の2013年6月20日、藤森の第2公判に次男の哲也さんが出廷。犯行を一貫して認めない藤森に対し哲也さんは涙ながらにこう訴えました。兄さんと遊んだ思い出の公園になぜ遺体を捨てるようなことができたんだ。お願いだから真実を話してほしい。2006年に母親と兄が姿を消したあの日以来、2人は出て行ったという藤森の嘘を長く信じていた哲也さん。母さんは自分を捨てたと母親のかな子さんを恨んだこともあったといいます。そうやって父の言葉を信じ続けたことを悔やみ、哲也さんは顔を歪ませながらこう言ったんです。もっと早く気づいてあげられたら。弱々しくそう話す哲也さんの姿に藤森は涙をこぼし、その目を何度となくタオルで拭いました。しかし息子にどれだけ訴えられたとしても藤森が真実を話すことはついになかったんです。2013年7月17日、長男重明さんに対する殺人、妻のかな子さんに対する傷害致死で有罪となった藤森に下された判決は懲役28年。藤森は控訴しましたが最高裁で上告が棄却され判決は確定となったんです。自身の立場を守るために妻子を殺害した挙句、生き残った次男を何年も騙し続けた藤森。罪に問われてもなお真実を明かそうとしない彼はこの後に及んでまだ家族よりも自身の減刑の方が重要だというのでしょうか。次男がいくら涙を流そうと自身の保身だけを優先し続けるその姿には疑問を抱かずにはいられません。あなたは藤森のように後ろめたい隠し事がバレてしまった経験がありますか？その時隠し事をしていた相手とどのように向き合いましたか？